私の名前はあさみ。母と娘と3人暮らしをしていましたが、先日、娘のレイナが結婚しました。温かな祝福の中、パートナーに寄り添うレイナは最高に幸せそうで、新婚旅行に行くレイナたちを見送った後、私と母は家に戻りました。いい結婚式だったね。本当に、私の時とは大違いだわ。25年前の自分の結婚式のことを思い出し、私と母は思わず苦笑い。前代未聞のまるで修羅場のような結婚式。参列してくれた人たちの間では今でも語り草になっていることでしょう。25年前、陽介と出会ったのは私が25歳の時です。知人から教えてもらった早朝ジムで知り合いました。よくお会いしますね。ここに立ち寄ってから仕事に行くとなんだか調子が良くて。わかります。体も気持ちも目覚めるって感じですよね。同世代ということもあり、私たちはすぐに意気投合。その後陽介からの告白を受け、正式に付き合うことになりました。お付き合いを始めて間もなく、陽介は積極的に自分のことを語り始めます。俺は今、親父の会社で働いているんだ。親父は会社を経営しててね、ホテルの備品を扱う会社なんだ。アメニティとかタオルとか？そうそう。俺もいずれは受け継ぐことになると思う。次期社長さんってわけか。でもトップに立つって大変だよね。体調管理も大切だし、重責も相当だろうし。でも、もしあさみと結婚しても、お金で苦労させるようなことはないと思うよ。結婚？うん。俺は結婚を前提として付き合っているつもりだったけど、あさみは違うの。いきなりのプロポーズに戸惑いましたが、私との将来を真剣に考えてくれていたのだと思うと嬉しくなり、その場で OK の返事をしたのです。実は私の母もある企業の経営者です。もともと専業主婦でしたが、私が小学校に上がるタイミングで家事代行のサービスのパートとして働き始めました。その後仲間を募り、ビルやホテルの清掃をメインとするビルメンテナンスの会社を自ら起こしたのです。仕事は軌道に乗り、会社は大きくなっていきました。しかしその頃から父とすれ違うように、父も多忙な毎日を送っていて、夫婦の時間が取れなくなったことで、二人の間に距離ができてしまったのでしょう。そして、私が高校生の時に、両親は離婚という結論を出すことになったのです。しかし、離婚後は両親の仲はむしろ良くなって、友人として互いを尊敬し合う間柄になっていたように思います。私は母と一緒に住むことになりましたが、父との関係も良好で、定期的に会って食事をしたり買い物に行ったりする仲です。そういえば、あさみは母子家庭だって言ってたよね。うん。高校の頃から母と二人暮らしだよ。そうか、苦労したんだね。母の会社の業績は好調だったし、金銭的に困ったことなどなく、むしろ恵まれていた方だと思うのですが、でも、そのことを私の口から言うのもはばかられ、詳しく説明したこともありません。そのせいなのか、陽介の中で私は、母子家庭のかわいそうな子、だと認識されていたようで、デートの時は、陽介がすべてお金を払ってくれました。おごられてばかりなのも申し訳なくなり、今日は私に払わせてよ。気にするなって、男の俺が払うのが当然だろ。でも、あさみはお金の心配なんかしなくたっていいんだよ。デートの時くらい、俺に格好つけさせてくれよ。陽介なりのプライドかもしれない。それなら素直に甘えちゃおうかな。そして、いよいよ陽介の実家に結婚の挨拶に伺う日。陽介の家は想像していたよりも立派でした。まさに邸宅と呼ぶにふさわしい佇まい。家政婦さんに案内されてリビングに入っていくと、いやーよく来たね。いらっしゃい。どうぞ座ってちょうだい。お邪魔します。にこやかに出迎えてくれたギフトは裏腹に、なぜか硬い表情を崩さない義母。あまり歓迎されていないのかな。でもまあ、今日さえ乗り切ればいいんだから。お父さんは割と好意的に私のことを受け止めてくれたように感じました。ところがお母さんは不機嫌さを隠さず、ずっと私を睨みつけてきます。そして挨拶もそこそこにこんな質問をしてきました。あなた、母子家庭なんですって？はい、そうです。はあ、やっぱり本当なのね。それで、お父様は亡くなられたの？いえ、存命ですが。ということは、ご両親は離婚されたってこと？原因はどちらかの浮気？初対面なのにいきなりこんな失礼なこと言うなんて。私はイライラを必死で隠し、
笑顔で答えました。いいえ、違います。二人とも仕事が多忙だったものですから、生活リズムのすれ違いから離婚に至ったと聞いています。すれ違いね。つまり、お互いのわがままが原因ってことね。嫌だわ。あさみさんはそんなわがままなご両親の娘ってことになるのよね。陽介、こんな人を嫁にもらって大丈夫なの？両親には両親の考え方があります。二人でよく話し合って出した結論が離婚だったというだけのこと。何も知らない人から悪口を言われるような覚えはありません。さすがの私も堪忍袋の緒が切れそうになりました。そんな言い方をするのはやめなさい。あさみさん、嫌な思いをさせてすまなかったね。どうしてあなたが謝るの？だいたい陽介が悪いのよ。こんな母子家庭で育ったような人を連れてくるから。最初から見下したような義母の言葉に私は黙っていられなくなります。お言葉ですけど、母子家庭のどこが悪いのでしょうか？教えていただけますか？両親が揃っていてこそ子供はちゃんと育つのよ。そんなの常識でしょ。つまり、私はちゃんとしていないとおっしゃりたいんですか？あさみはちゃんとした女性だよ。一流企業に勤めているし、教養もあるし。俺が選んだ女性なんだ。ひどいこと言うのはやめてくれ。でも、陽介なら、もっといい家柄のお嬢さんがお嫁に来てくれると思うのよ。だって、家同士の釣り合いってものがあるでしょ。家同士の釣り合いよりも、本人たちの気持ちが一番じゃないか。あなた、そんなのんきなことを言っていいの？あさみさんは陽介というよりも、うちの財産の方を気に入ったんじゃないのかしら。あさみはそんな卑しい女性じゃないよ。あまりにもひどすぎる義母の暴言に、私は呆れるしかありませんでした。ただ陽介は、結婚後は同居しないと約束してくれていたので、今日だけ我慢すればいいんだと自分に言い聞かせました。それでも義母の攻撃は続きます。それで、あさみさんは大学をちゃんと出ているの？私が卒業した大学を告げると、義母の顔は引きつります。あさみは俺よりも優秀なんだよ。俺も昔あさみと同じ大学を受験したけど、落ちちゃったもんな。陽介は余計なことを言わなくていいの。それにしても女が学歴を自慢するなんてどういうつもりなの？陽介のことを見下しているの？私は自慢なんかしていませんよ。聞かれたことに答えただけですけど。そういうところよ。学歴を鼻にかける女は年長者に対してすぐに口答えをするのよね。扱いづらいったらありゃしない。事前に陽介からは義母の性格については聞いていました。気が強くて自分勝手なところはあるけど、裏表のないサバサバした人であると。でもサバサバどころではありません。嫌がらせをしているとしか思えないのです。義母はさらに続けます。そうそう。これはぜひとも聞いておかなきゃならないことなんだけど、あさみさんのうちの家計はどうしているのかしら？あなたがお母様を養っているの？いえ、母も仕事を持っているので、家計を支えてくれているのは当然母です。もちろん私も生活費としていくらか渡していますが。そう、ちなみにお母様のお仕事って？ビルメンテナンスの仕事です。聞いたことないわね。どんなお仕事なの？主にビルやホテルの清掃を請け負っています。はあ、清掃員なの？モップで床を拭いたりトイレの掃除をしたりするっていう？そうですね。あと、ホテルのベッドメイキングとかも。ちょっと陽介、あなたこのこと知っていたの？うん、知ってるよ。私は嫌よ。清掃員をやっている人と親戚になるなんて冗談じゃないわ。こんな結婚、私は許しませんからね。その後、義母はキーキーとわめき続け、私はその場にいることが辛くなり、早々とおいとまさせてもらうことにしました。今日のところは失礼させていただきます。お邪魔しました。嫌な思いをさせて申し訳なかった。どうか許してください。玄関に向かう私を陽介が追いかけてきます。あさみ、ごめん。お袋があんなこと言い出すなんて思わなくて。無理。え？悪いけど、あそこまでひどいことを言う人って今まで会ったことない。それが義理のお母さんになるなんて絶対無理。頼むからそんなこと言わないでくれよ。お袋にはちゃんと分かってもらうから。分かってもらうって何を？今日は私、一方的に嫌がらせをされただけだよね。母子家庭だからちゃんとしてないとか、財産狙いだとか、学歴自慢したとか、それに母の仕事まで馬鹿にされて。私はいつの間にか、ボロボロと涙をこぼしていたようです。陽介はハンカチで涙を拭ってくれました。俺は結婚しても親と同居するつもりはない。あさみと二人で暮らしていきたいと思ってる。だから、機嫌直してくれよ。ごめん。
結婚のことはもう少し考えさせて。そんなこと言わないで。俺が絶対に浅見のこと守るから。その後陽介は義母を必死で説得したようです。お袋も分かってくれたよ。あの時は少し言い過ぎてしまったって反省してるみたいだよ。本当に？俺たちの結婚式にも出席するって言ってくれたし。でも私、あのお母さんとうまくやっていける自信はないわ。うまくやろうと思わなくてもいいよ。結婚式さえ乗り切っちゃえば、あとはお袋と会うこともないだろうしね。確かにそうかもしれません。同居しないことは約束してくれたし、今後義母との接点を持たなくていいのであれば、陽介との結婚を諦める理由はないのですから。多少の不安を残しながらも、私たちは結婚の準備を進めることにしました。そして、いよいよ結婚式の当日、式場は義両親たっての要望で、あるホテルで行われることに。私も結婚式を挙げるならそのホテルで、とずっと思っていたので好都合でした。今日は私のお父さんも来てくれるって。そうか、よかったな。仕事の都合で式には間に合わないかもしれないけど、披露宴には絶対出席するって張り切ってた。俺も会うのは初めてだもんな。楽しみだね。結婚式は無事に執り行われ、次は披露宴会場に移動。仲人さんの挨拶、乾杯の温度、と進行表通りに進んでいきました。騒動が起きたのは、お色直しのために会場を出て行こうとした時のことです。陽介の親族席を通りかかった時、こんな声が聞こえてきました。綺麗なお嫁さんね。陽介にはもったいないくらいだな。その声を聞いて、私は微笑みながら会釈をして通り過ぎようとしました。すると、見た目はいいかもしれないんだけどね。何しろ母子家庭で育った娘だから、お里が知れるっていうか。またお前は余計なことを。母一人、子一人か。苦労してるのね。しかも、あちらのお母様のお仕事、お掃除のおばさんだって、お給料だってたかが知れてると思わない？義母は、私の親族席に座る母を指さして、いやらしく笑うのです。あら、でも上品な感じのお母様じゃない？お召し物も素敵だし。あんなの借り物に決まってるじゃない。まったく無理しちゃって。ひどい。お母さんが反省してるなんて大嘘じゃないの。これから親族になる人に対して、その言い方はないんじゃないの？親族？いやね、母子家庭の貧乏人とは、たとえ息子が結婚したとしても、私にとっては他人ですのよ。ほほほ。私はいつの間にか足を止めていたようです。ちょっと、もうやめなさいよ。お嫁さんに聞こえてるみたいよ。あら、あさみさん、お色直しに行かなくていいの？それとも、ここで盗み聞きをするつもり？やっぱり育ちが悪いのね。耐え難い暴言に、私は思わず怒りをぶつけました。他人ですって、それはこちらのセリフです。あらあら、今日の主役のお嫁さんがそんなに声を荒げてはダメじゃない。来てくださった方に失礼よ。すると、私の親族席で立ち上がった人が、いつの間にか席についていた私の父です。失礼な言動を繰り返しているのはあなたの方じゃないのかね。先ほどから大きな声で私の娘を恥ずかしめて、どういうつもりなんだ。父の激しい怒りの声に、義母は少しひるんだようでした。それでも義母の上から目線は変わりません。あなたがあさみさんのお父様。妻と娘を捨てて離婚されたんでしょ。今日出席されるなんてどういう神経されているのかしら。親族同士の言い争いに会場は気まずさで固まってしまいます。他人のあなたに私たち家族のことを詮索される筋合いはない。確かに婚姻関係は解消したが、今でもお互いにビジネスパートナーとして尊敬し合っている。それに娘の晴れ姿を見に来ることがそんなにおかしなことなのかね。すると、今まで冷ややかな目で義母を見ていた義父が慌てて立ち上がります。社長、あさみさんのお父様だったんですか。どういうこと？あの方はこのホテルグループの社長をされている方だ。なんですって、嘘でしょ。父は長年ホテルの支配人を務め、数年前、その手腕を買われ、社長に就任しました。そして母はビルメンテナンスの経営者で、このホテルグループとの取引もあります。父が自分たちがビジネスパートナーだと言ったのは、そういうわけだったのです。あさみさん、あなたのお母様はお掃除のおばさんじゃなくて経営者だったの？はい。どうしてそれを早く言ってくれなかったのよ。そしたら私だって。母が清掃員だろうが経営者だろうが、私たちの結婚に何か関係がありますか？関係あるに決まってるじゃない。結婚には家同士の格ってものがあるんだから。
でも、そういうことなら、あなたをうちの嫁として認めてあげるわ。私は大きなため息をついて、こう宣言しました。結構です。こちらからお断りします。何ですって？最初に他人だって宣言したのはあなたですよ。忘れたんですか？それは言葉のあやっていうか、なんていうか。すると、父が私のそばまでやってきました。浅見の結婚を祝うつもりでやってきたんだが、大事な娘をあなたのような人間のいる家に嫁がせるわけにはいかない。この結婚式は今すぐ中止にしてもらいます。待ってください。妻の失礼はお詫びします。あなたはもしかしたら、うちのホテルグループに備品を収めている業者さんでは？はい、その通りです。社長とは何度かお会いしたことがあります。そうですか。しかし、このような晴れの席で娘を侮辱されたことを許すわけにはいきませんよ。とりあえず、今後の取引は白紙に戻させてもらいます。勘弁してください。お願いします。父と義父とのやりとりを眺めていた義母は、みるみる顔を赤くしてこう言うのです。あなた、社長のくせに仕事に私情を挟むのですか？やめろ。余計な口出しをするんじゃない。仕事とは信頼関係で成り立つものなんですよ。私はあなた方を信頼に足る方だとはどうしても思えません。今後の取引に支障が出る可能性もあると判断します。社長。今日、奥様の言動を見聞きして失望しました。このような家に嫁いでは、浅見が不幸になることは目に見えています。社長待ってください。妻には私から言い聞かせます。浅見さんを大切にすると誓います。そう思われているのなら、なぜ奥さんの暴言を制止しなかったのですか？この会場から追い出すくらいの気概を見せてくれてもよかったんじゃないですか？父の強い口調に、義父は何も言い返すことはできません。それに陽介くん、君にも言いたいことがある。自分の奥さんになろうとしている浅見が、これほどひどいことを言われているのに、なぜその場に座ったままなのかね。陽介が慌ててひな壇から降りて、私のところに駆け寄ってきます。ただおろおろしているだけで、浅見を助けてやろうという気持ちはないのか？いや、そんなことはないのですが。すると、義母は私の背を押しながらこう言います。浅見さん、あんたが何とかしなさいよ。お父様の機嫌を直せるのはあなただけでしょ。さあ、早く。私は赤の他人ですよね。赤の他人のためになぜ私が尽力しなければならないんですか？このままだと、うちとの取引を中止されちゃうじゃないの。次期社長になる陽介が困ることになるのよ。それでもいいの？すみませんが私、陽介とは家族になりたくありません。どういうこと？陽介は以前、私のことを絶対に守ってくれるって言ったよね。私はその言葉を信じて結婚しようって決めたの。でも、結婚式の最中にこんなにひどい目に遭っているのに、陽介は何もしてくれなかった。これからは絶対守るから。もうその言葉は聞き飽きた。口ばかりで何も行動してくれないことも分かった。結婚をやめるというのかね。それは困る。私の会社は一体どうなるんだ。メインの取引先に見捨てられては、この先立ち行かなくなる。浅見さんどうにかしてよ。あなたには情けってものがないの。今になって情けですか。浅見、お前がもし私の立場だったらどうする？赤の他人なので、会社の取引は中止します。よく言った。私も同意見だよ。結婚披露宴が執り行われているはずの会場は、まるでお葬式であるかのように、シーンと静まり返っています。すると父がその場の空気を変えてくれました。ご参列の皆様、みっともないところをお見せして申し訳ありません。残念ながら結婚披露宴はここで中止となりますが、ここからは参列者の皆様の親睦会として続行することにしませんか？会場のあちこちから、どういうこと？と囁く声が聞こえます。これから出てくる料理は、我がホテルの凄腕シェフたちが心を込めて用意したものです。皆様には心ゆくまで堪能していただきたいと思うのですが、いかがでしょう？すると会場からは拍手が湧き起こりました。ということで、部外者の新郎とご両親にはここで退場していただきます。さあどうぞお引き取りください。陽介と義両親は会場中の好奇の目が注がれる中、こそこそと出て行きました。微妙な雰囲気で再開した親睦会でしたが、出てくる料理の素晴らしさにみんな満足してくれたようで、お開きの頃には和気あいあいとした空気に変わっていたのが救いです。結婚式の後に婚姻届を出す予定でいたので、幸いなことに私の戸籍に罰がつくことはありませんでした。陽介一家からは慰謝料を支払ってもらい、今後一切連絡をしないし近づかないという取り決めをすることに。
後日行われた話し合いの席で元義母が暴走したこともあり、逆恨みから危害を加えるのではないかと懸念されたからです。陽介が継ぐ予定の会社は、その後業績が下がり続け、買収される可能性もあると父から聞きました。ただ、元義母は、あの後元義父から離婚を突きつけられ、一人ぼっちで故郷に帰ったそうです。故郷の家族が受け入れてくれたかどうかまでは知りませんが。予定外だったのが、その後私の妊娠が分かったことです。少し悩みましたが、せっかく息づいた命を絶つことなどできません。母の協力を得て、私は無事に可愛い女の子を出産しました。陽介に伝えようかとも思いましたが、義母が介入してくるかもしれない可能性もあったので、一切知らせないことに。それでも娘はすくすくと成長し、生涯を共にできる素敵なパートナーを見つけました。平和で穏やかな披露宴を行うことができて、本当に良かったです。